では今後ね、肛門と法刀を学ぶ、これ本当大変なんですが、ね、法刀を学ぶということは自分を学ぶというふうに捉えてですね、はい、なんとか食らついてほしい。ここもまた濃いですよ濃いしおめえしって感じでね。先生がそんだけ言うっていうことはよっぽど離脱者が多いところってことなんですかね。思いますよ。俺もちょっとドン引きしたしね、最初の時はで自分事として、言わないと時間の無駄じゃない、生活に役立ちたいじゃない。そうね。法刀を知っていこう、いきなり題名から濃いですか。いいと思います。いきます。法刀とは妙法蓮華経の5字。斉藤。はい、法刀本では法刀の由来を説いています。梵本と羅重訳を合わせて整理しますと、おおよそ次のようになります。1、過去に東方の方丈世界というところで多方如来が妙法蓮華の法門を聞いて成仏した。2、多方如来は入滅に際して如来の全身を祀るための巨大な法刀を建立するように人々に遺言した。3、その法刀は多方如来の誓願の力によって妙法蓮華の法門が解き明かされるところであるならばどこにでも出現する。そして妙法蓮華の法門が解かれている時には空中で静止している。4、法刀の出現の目的は妙法蓮華の法門を聞くためであり、またそれが真実であることを証明するためである。5、法刀を開いて如来の全身を人々に示すためには妙法蓮華の法門を説く仏が彼の分身の諸仏を実法世界から集めなければならない。ここで特徴的なのは妙法蓮華の法門という言葉が非常に多く出てくることです。羅重訳では法華経とかこの経と訳され、出てくる回数も少なくて目立ちませんが、梵本では明確に妙法蓮華の法門という表現が繰り返され強調されています。その度合いは法華経の中でも随一です。今これ学んでるのは妙法蓮華の法門ですよ。はい、でこれ今話してるんで、この瞬間にも、厳密に言えば今法刀が出現してるんですよ。ぶち上がってるぶち上がってるということになる。それは今我々の生命にぶち上がってるんですよ。でそれに、エナジーというかね、物価ですけど、これに、耐えられないとですね、不毛な時間になっちゃうんですね。法刀は打ち立てられるんだけど、なんとなく分かりますかい例えば普通の会話している時の俺のガーネルの感じとこの訪問を解いている時、話している時の生命の感じっていうのはちょっと違うじゃないですか。そうもうなんか感覚で分かるでしょ。これ湧いてるんですよこれ。でもこれもうちょっと乗りこなさなあかんなとは思うけども、これをうまく乗りこなすともう偉大な境外って感じで現れるんだろうけど、とにかく、先生の指導を通して仏法の話をしてるっていうのは、誰であれ、そこの場所にその人に法刀は出現しているんだと、そんなようなこととして捉えるってことですよこれ。なるほど。でずっと一応ね解いてる間は空中で静止してるらしいんでね、ファーッとしてる。ファンアートしていきましょう。池田、法刀は妙法蓮華経の語字と密接な関係があるというよりも、大書人が仰せのように法刀自体が妙法蓮華経なのです。斉藤。特に妙法蓮華の法門が解かれるところにはどこにでも法刀が出現するとされているのが大事ですね。法刀と妙法蓮華経の関係を考える上で示唆的です。植物は太陽の光や雨を縁として開花します。それに似て法華経の説法によって法刀が出現します。その姿の全体に妙法蓮華経という一方の本質が現れているのではないでしょうか。須田、確かに法刀は突如として輸出しました。まるで法華経の説法という太陽の光に照らされて蓮華が咲き出したようです。法華経の絵座にいればそう感じたとしても自然です。池田。妙法蓮華経の説法によって妙法蓮華経の法刀が予言する。私どもが事業を受けたにわたって妙法を唱えるとき、私たちの生命が法刀となる。法刀が出現する。唱えられる法も
妙法蓮華経、唱える私たちも妙法蓮華経です。戸田先生がこんな話をされたことがある。ある僧侶になっている学者でありますが、私がその人に向かって、一体法華経を説くところ、法灯が立つと法華経にあるが、大上人様は法華経を説かれたけれども、法灯がどこにも立たなかったが、その訳は何ですかと聞いたことがあります。ご本人は困った。法灯というのは、阿仏坊が大上人様に法灯のことを伺い立てまつった時に、阿仏坊さながら法灯、法灯さながら阿仏坊と仰せられたことがある。あなた方の体はそれ自体が法灯なのです。その法灯の中に、あなた方の体の中に釈迦、他方の二仏がお座りになって、上行菩薩という方を呼び出したと。面白いですね、戸田先生は。僧侶になってる学者に、これはどういうわけですかってことを聞いてるっていうね。須田、仏法を観念で捉えがちな学者の落とし穴ですね。法灯もどこか遠いところに考えている。池田、戸田先生はこうも言われています。我々の生命には仏界という大不思議の生命が冥伏している。この生命の力及び状態は想像も及ばなければ筆舌にも尽くせない。しかしこれを我々の生命体の上に具現することはできる。現実に我々の生命それ自体も冥伏せる仏界を具現できるのだと説き示したのがこの法灯本の儀式である。すなわち釈迦は法灯の儀式をもって古神の実戒語句1年3000を表しているのである。法灯本の儀式は仏界という尊厳なる生命を具体的に説こうとしているのです。ではなぜ具体的な形で妙法蓮華経が示されなければならなかったのか。それはひとえに滅後のためです。両方苦渋のためです。これまで法華経を聞いて信下すれば必ず成仏できると説かれてきた。法灯の出現はその法華経の力を実証するものではないだろうか。これまで理として説かれてきたものが法灯本からは字として示されていくのです。字は法門です。法灯本から本門の助走が始まっているのです。他方如来の証明というのも塔の中から良きかな良きかなと言って法華経が真実であることを言葉で証明したことだけを言うのではないでしょう。他方如来と法灯の出現それ自体が妙法蓮華経の現象となっている。見法灯という題名は法灯の出現を通して妙法蓮華経を見るのです。いわば妙法蓮華経を実体験したのです。つまり我が身が妙法蓮華経であるということを法灯が教えてくれたのです。その意味から大聖人は法灯本を妙経だと言われているね。池田先生の指導をされてる姿、生で見た人は特に分かるかもしれませんが、やっぱ富士のようなでかいものを感じるわけでしょ。ドーンと、法灯の、照明現象みたいな感じですよね。いわばだから今も出てるんですよ。だけど池田先生のような境外が出てきてないっていうのは、煩悩が邪魔してるんだよこれ。煩悩が邪魔してる。煩悩さえこうちゃんとね膨大に変換というか処理できれば、今こうやって話してる段階でそういうものが出てくるもんなんだと。誰でも出てこないのは、煩悩が邪魔してるっていう、業が邪魔してる。修行が足らん。そうでこれ話していくことでこうどんどん膨大になっていってるんで、今この瞬間に近づいてると積み重ねていく中で自然とやってることは一緒だけど出方が変わってくるというか、ですね、相手の感じ方が変わってくるというかね。遠藤、はい、今日蓮らの類南妙法蓮華経と唱え立て祀る者は妙経に万蔵を浮かぶるがごとく知見するなり。この妙経とは法華経なり、別しては法灯本なりとあります。また我ら史上の五体五輪妙法蓮華経と浮かび出たる間、法灯本をもって鏡と習うなりと仰せです。池田、七宝の塔、それは本来の自分自身の喫立した姿です。汝自身を知れというソクラテスの哲学的命題、その確たる答えが法華経に説かれる法灯です。大衆が国上に見た法灯とは紛れもなく自分自身であったはずです。
大宇宙の中に厳然と喫立する不動の自己をそこに見たに違いないのです。だから妙境なのです。また法灯が大地から出現したというのも意味がある。大地とは球界の現実です。主情の生命です。法灯はただ単に仏界という生命を表現しているだけではない。主情の命そのものに法灯が打ち立てられることを示している。球界即仏界です。故に法灯は大地から輸出したのではないだろうか。いやー深いですね。濃い言い方でしょ。濃いね。なるほどね。率直にどうですか。いやー、心の在り方というか生命に対して比喩の当て方がえぐいなと。濃いっすわ。濃いですよ。なるほど。設定が濃すぎてこれはドン引きするっていうのは分からんではないです。そうでしょ。でもコツコツやってきたから自分耐えられてるなって思うでしょ。それはそうですね。やっぱ大事だよね。だからこの11番目に報道本が俺解かれてると思いますよ。順番も大事ですよね。いきなり第1で報道本を解いてたらやっぱ疑いの心が出ちゃって弟子たちがついてこんっていうねことになっちゃうから。それは小学生にエスプレッソのダブル一気させるのと一緒なぐらい濃いですわ。同じです。例えがいいのかようか分からんけど。いや合ってる。よかった。もう比喩です。やっぱ段階経ないとなかなか小1でエスプレッソを待ってねちょっとショットダブルでやばい舌の持ち主ですやっぱいちごミルクから始まるじゃない。好きね。カフェオレ行って、そんな話じゃないけど。でもよかったなと思います。この濃いやつを受け入れるというか、耐えてくれたと思って、この先ちょっと胃もたれが心配ですね。それが正直ねあると思うんであんまりやりすぎないことですよね。もう今日はもうこの辺して帰ってみたいなね。でも回復期間っていうのも大事なんで、濃いの食ったら。そうですね。でそれでまた回復したら繰り返していく。一度に詰め込めようとすると相手がパンクしちゃうっていうのもありますから。それはありますよね。相手が疲れてるなと思ったら、今日はこの辺にして帰るというのも大事ですよね。法灯はただ単に仏界という生命を表現してるだけじゃないっていうのは深いですね。そうですね。我々庶民から法灯は出てくる。我々庶民に仏界があるっていうことの証明でもあるというか。そういうことですね。下から湧き入れてくるんですよ。信心ってのはね、湧き上げるっていうけど仏界を、常に法灯を打ち立てようとしてるっていうことですからね。壁をぶち破って大地という、煩悩ですから、抵抗する力もやっぱ強いから、出てこようとすると出てこさせないようにする力が強いっていうか。そうですね。よく言いますよね。出る塔は打たれるって。違うか。出る塔じゃなかった。押さえつけようとする力が、やっぱ煩悩が多いとなるのが当たり前じゃない。だからこの法灯の話すると、その抑えてこようとする力が湧いてくるというか、段階経ないとやっぱもうその力に飲まれちゃって、つまんねえ話みたいな感じになっちゃって、もうええやとかって、煩悩が出やすい話なんですよ。この出るわねこれ。出ない方がおかしいね。耐えていこうよ。ちょっと胃もたれする前に。また次回会いましょうよ。ちょっとそうですね。お休みしてしっかり休憩した上で。休憩大事。休憩大事。ちょっとね、いろいろセットして。次回会いましょう。お疲れ。おつもと。